The Express Tree House is closed. 暑い、暑すぎ。はい、おはようございます。はい、おはようございおはようごまざいます。本日はですね、コロラドの南西の端にあるメサベルデ国立公園に行きたいと思います。イエーイで、ここはですね、ユネスコの世界遺産に、1978年に登録された場所です。僕たちはですね、こうやってコロラドに何かあるのかなと調べるまでは全く知らない遺跡だったんですけれど、旅行者の間では随分有名みたいで、事前にツアーなどの予約などを取らないと見たいところも見れなかったりするみたいなので、行きたいと思う方は事前に予約の方ちゃんと取っていきましょう。で、その場所がですね、結構標高が高い場所で、2100m から 2600m ぐらいの場所にあるんですね。なので、高山病の症状が出る可能性もあるって言われているんで、気をつけて行っていきたいと思います。はい。見て、なんかあった。なんかあるな。なんか何あれ。登ってんの？降りる。なんかその答えは後ほどわかるみたいなの書いてあった。あ、そうなの。今ビジターセンター行ってきて、さらにここから車で40分ぐらいのとこ、ブラスツリーハウスっていうポイントに行きたいと思います。ここはツアーのチケットがなくても行けるんで、とりあえずそこから見ていきたいと思います。もうすでにこんな登ってきてるんやな。ちょっと高い。そうそう。やば。あっという間に。で、落石がやっぱりね、ちょくちょくいっぱいある。水いっぱい飲んで前回の教訓を生かそう。熱中症にならへんよ。The Express Tree House is closed. 唯一ここしか入れないのにってやつ。落石で閉まっちゃったっぽいな。そういえばブログに書いてあったね。その家の中には入られへんけど、トレイルは空いてるってことやな。なんか潰れてるとこの下に住居がある。あれを岩窟住居っていうよな。アロエではないな。正確に調べたくてさ、ネット使おうと思ったらネットがSOS になっててダメ。虫来た。虫来た。すごい。すごい。わあ、見てこれ、すごい。どうやってこんな形になるんやろな。
なんかな、こう浮いてる感じするね。隙間できてるやろ。怖いねんけど。落ちてくるやん、もうすぐ。やばいって。危ないんだろうな。だから触ったらだってポロって崩れそうだった。いや、ほんまに。書いてへんで。トレイルについては書いてない。これじゃないと。今何これ？ずーっとこれ回ってんのかって。そうやとしたらやっぱ一周回ってくる感じよな。怖い。やばいやんこれ。しばらくずーっと道なし。トレイルなんてあんまりしたことない俺たちも遠くちょっと不安感じるよね。上に上がってきたから休める感があるよな。やばい、楽しすぎる。結構な道やったのでほんまに。いや本当だね。半袖半ズボンで来たこと後悔したな。半ズボンじゃないか、長ズボンやけど、しかも靴履いてないし。終わりが見えてきた。一周回って俺ね来た。はい、ということで2回目同じ道にやってきました。私らはさっきトレイルしたんやけど、本当に山道、誰も歩いてへんような道を一周してきたって感じで、岩窟遺跡を全く見れへんかったんですよね。地図見てみると、多分道を撮影に必死で道外れて、なんかすごい大回りのトレイルに出てしまったっぽいんで、外れたというか、なんか違う道に行かなきゃいけなかったんですね、多分ね。なんかよくわからんけど、ちょっともう一回なのでチャレンジしていきたいと思います。これこっちの方がなんとかなんとかだから。こっちも歩きづらかったわ。ダメだった。一番あっちの方が良かったじゃん。こっちも結局見れません。やっぱりね、遺跡のところ自体がクローズしてるみたいなので、ちょっと諦めて車で走ってもう一つのポイントの方に向かいます。でもそっちはあれだもんな、予約できてないから入れないんだよな、結局近くまでは多分。暑すぎ。俺ぐらい黒くなれば大丈夫かもしれない。無理。楽しんでる。あ、ここの下行くにはツアーがいるんや。
ナショナルパークでできてトラベルセンターの方に移動してきました。ナショナルパーク自体はなすごかったよな。ああすごかった。もう景色も最高だしトレイルもいいし、だけどやっぱな予約取っていかないと、そうそうそう、見学っていう意味では寂しいかもしれないね。なんかツアーの予約なしで行ける場所が崖の上からその家見るっていう感じやったから、ツアーを予約した人だけ部屋の中とかに実際見学しに行けたりするから、やっぱ予約はすごい必要やったなって思う。今日は土曜日でちょっとチケットが取られへんかってせやな、残念やったな。めっちゃ広い。誰もいいへん今日。めっちゃそう